今回はジバコイルプラス沢村アマーシャドウのデッキについて解説していくわ。なんか見た目は強くなさそうなのだ。そうよね。私も最初に見た時はそう思ったわ。ただ今現在多く使われているデッキは何かというメタゲームを考えた時、それなりに立ち位置は良いのよね。よくできたデッキだわ。先に沢村とマーシャドウの簡易評価をしてからデッキ解説に入っていくわね。デッキ解説だけ見たい人はタイムスタンプでなのだ。ではまずは沢村の簡易評価から。耐久力は B ランク、攻撃力は A ランク、安定性は S ランクね。沢村の特徴は1エネルギーで相手のベンチポケモンに30ダメージの攻撃を加えられることよ。相手のベンチに30以上のダメージを与えられるポケモンはそう多くはないわ。種ポケモンかつ1エネルギーでとなると現時点では唯一かしらね。デメリットとしてバトルポケモンにはダメージを与えられないけどメリットの方が勝るわね。この特徴はクリムガンやゴツゴツメットに強いと言えるわ。積極的にダメージを与えてこない壁ポケモンが出てきた時にそれを無視してベンチで育てているポケモンにダメージを与えられるからね。特にギャラドス EX というか進化前のコイキングには無類の強さを誇るわ。沢村がバトル上にいればコイキングを出した途端に倒されるからね。そもそも進化させることが難しいのだ。次はマーシャドウの簡易評価ね。耐久力は B ランク、攻撃力は A プラス、安定性は A マイナスね。マーシャドウの特徴は2エネルギーで最大100ダメージを与えられるエネルギー効率と最大打点の高さよ。自分のポケモンが技のダメージで気絶した次のターンだけという安定性の低さはあるけど、それでも2エネルギーでこの打点は破格ね。これは特にジバコイルに強いわ。弱点なのもあって120ダメージを与えられるからね。相手が出てくる前に沢村で一撃入れておけば後半にジバコイルが出てきて沢村を倒されても開始の反撃で倒すことができるわ。他のポケモンも事前に沢村で2発殴れればだいたい開始の反撃で倒せるわね。ただ条件としては技のダメージで気絶だからダークネスオーラなどの特性で倒れた場合は与えるダメージが増えないことには留意してね。ダークライ EX と月光ガには特に注意なのだ。理想とする展開としてはまず序盤は沢村やエビワラーで相手のポケモンにダメージを蓄積する。その間にベンチでマーシャドウやジバコイルを育てる。沢村やエビワラーはそれなりに打点があるから相手としては放置できない。倒されたところにマーシャドウやジバコイルを出して相手を倒す。もしそのマーシャドウやジバコイルが倒されても次のマーシャドウやジバコイルが待っている。こんなところかしらね。ある程度こちらのポケモンも倒されるのが前提のゲームプランだけど、ここで EX ポケモンが採用されていない強みが生きるわ。デッキに入っているのは通常ポケモンながら打点や速攻性では EX ポケモンに引けを取らないラインナップよ。同じペースで倒されしていけばこちらが先に3ポイント取れるというわけね。なるほどなのだ。ただこれは序盤にある程度ダメージを蓄積できる、それをするだけの余裕があるというのが重要よ。初手は壁ポケモンやエネルギー加速ポケモンを出してベンチでメインポケモンを育てるといった中速以降のデッキには強いものの、最初からガンガン殴ってくる速攻性の高いデッキには不利よ。この辺りは実際にメタゲームとウィンパーセンテージを見ながら説明する方が分かりやすいわね。次に行くわよ。こちらが現在の使用率トップ5のデッキね。データは海外大会の結果を集計しているサイトからお借りしたわ。概要欄に URL を貼っておくわね。お世話になりますのだ。そしてこれらのデッキに対するジバコイルプラス沢村マーシャドウデッキの勝率がこれよ。有利不利が分かりやすいのだ。そうね。クリムガンを採用しているギャラドス EX とダークライ EX& ジバコイルデッキや中速以降のリザードン EX やパルキア EX デッキに対しても勝率が良いわね。それに対して速攻性の高いナッシー&セレビーデッキには全然勝てていないわ。ちなみに他に勝率が悪いデッキはこの辺りよ。見事に速攻系のデッキばかりね。ただメタゲームを見渡した時に中速以降のデッキが多いのは確かよ。そういったデッキに強く出れるというのは確かなメリットね。メタデッキと表現したのはこれが理由よ。メタゲームを分析して
上位のデッキに強いデッキを使う、こういうのもカードゲームの楽しみ方の一つね。メタ読みがぴったりハマった時は気持ちいいのだ。といったところで今回の解説は以上よ。いかがだったかしら。沢村アートマーシャドウを採用したデッキは全環境からあったけど、ジバコイルが入ったことでデッキパワーと立ち位置が良くなった印象ね。収束以降のデッキを使うときは要警戒よ。どう対処するのがいいのか、立ち回りを考えておくのも良いかもね。それでは今日はこの辺りで。ご視聴ありがとうございました。なのだ。今後もポケポケに関する動画をアップしていく予定ですので、よろしければチャンネル登録、高評価もお願いいたします。